忘れ物はない？はい、OK なのですよ。それじゃ、鍵かけるわよ。疲れた。ほんとだよ。のんちゃんたちも行きましょう。大島候補じゃないか。応援してるよ。どうした？ああ、職権の選挙頑張れよ。頑張ってね、大島候補。大島候補の新政権期待してるからね。言っておくけど、まだまだ油断なんてできないんだからね。今すごく気の抜けた顔してたわよ。しっかりしなさいよね。確かに油断していい相手じゃないわよね。でも私たちだって負けてないって。そうそう、講演会のみんなも頑張ってくれてるって話だし。みたいね。そのおかげでミエルとガレージは大忙しみたいだけど、ここまで来たらあとは勝つだけって感じですね。それもこれものんちゃんとゆうき先輩の二大柱あればこそですよ。のんちゃんは一度大失敗しているので、そんな風に言われるのは。謙遜することはないと思うわ。現に未だに結城のことをのんちゃんの推す候補っていう人がいるくらいだし。でもそうね、3年生の票を引き込めたのはのんちゃんの力も大きいもの。目指せ新政権、それももう夢じゃないかもしれないよね。あんたたちまた調子に乗って。でもここまで来たら考えておくべきことではあるわよね。当選後のことも。いえ、なんでもないのですよ。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。あっちの陣営も焦ってるんじゃない？結城が追い上げてきそうだから。今気にしてもしょうがないわ。行きましょう。ゆうくん、どうしたの？それじゃあ今日はここで解散ね。明日は討論会なんだから絶対に遅刻しないように。はーい。一番心配な2人が揃っていい返事するわよね。まあまあ、きっと大丈夫よ。置いてっちゃうわよ。
大変お待たせいたしました。ただいまより私立高藤学園自治生徒会長選挙候補者討論会を開催いたします。司会は私 ASP 所属塩浜日高が務めさせていただきます。それでは候補者をご紹介いたします。まずは自治生徒会行政三部総務部公認候補辰巳茂平次氏。辰巳頑張れ、会長の椅子を狙え。お前が真の改革者だ。他の候補なんか蹴散らせ。ありがとうございます。ありがとうございます。辰巳茂平次頑張っております。大きな声援本当にありがとうございます。気さくな会長候補辰巳茂平次、どうかよろしくお願いいたします。続きまして自治生徒会行政三部財務部公認候補東雲さつき氏。高藤を変えてくれ。さつき様頑張って。東雲さつきです。本日はよろしくお願いいたします。それでは最後の候補を紹介いたします。完全無所属候補大島祐希氏。候補者3名が揃ったところで
討論会のルールを説明させていただきます。まず、お一人が質問者となり、相手を指名して質問してください。指名するのは2人同時でも構いません。指名された候補者は速やかに回答してください。回答に不明点がある場合は再質問をお願いします。このやりとりは質問者が納得するまで続けられます。再質問が出ない回答が出たところで質問権が次の候補に移ります。新たに質問者となった候補は同じように相手を指名して質問してください。これを制限時間まで繰り返していくことになります。ただし、再質問の最中で質問の意図が変わったとこちらが判断したときは、ストップをかけさせていただきます。その時は、速やかにこちらの指示に従うようお願いいたします。まず最初の質問者は、辰巳候補からお願いします。私からですね。では、大島候補。大島候補の重要な政策の一つに、クラブ活動の保護がありましたね。私としましても、それはとても素晴らしいことだと思っています。しかしながら、以前話題に上がった制度の悪用について、大島候補はどうお考えでしょうか。無論、私としては、ここ高藤に制度を悪用するような生徒などいないと信じておりますが、万が一ということもあります。と言いますと、それは総務部が行うとお考えですか。ゆうくん、お疲れ様。もちろんですよ。すごい完成でしたから。むしろ完全勝利って感じじゃない？そうそう、みんな大島を応援してたよ。よかったのです。ここまで結城が戦えたのはのんちゃんの頑張りのおかげってとこよね。いえ、のんちゃんは今回は何もできなかったのですよ。それよりシミュレーションと討論会を見て思ったのです。のんちゃんの作ったマシーンが本当に迷惑以外の何でもなかったということを、討論会が無事に終わってよかったと思う反面、のんちゃんのマイナスさえなければ、のんちゃんさえいなければと考えずにはいられません。本当なら今頃もっともっとたくさんの人がゆうちゃんを応援してくれてても
おかしくなかったのです。大島ロール？でも、昨日の夜は討論会の準備で忙しかったはずなのに。どうしてですか？のんちゃんはゆうちゃんに、そんなことをしてもらう資格なんて。ゆうちゃん。のんちゃんはゆうちゃんにそんな風に言われたら、のんちゃんはやっぱりゆうちゃんのことが。ずるい！どうしてのんちゃんにだけなのよ！そうよそうよ、差別。やったー！なんでもないのです。これはいただいておくのですよ。まだ秘密なのです。選挙が終わるまでは。甘くて美味しいのです。今のんちゃんはとっても幸せなのです。ゆうちゃんは覚えていますか？ファミレスの大島くんです。先輩の女性店員さんの気持ちがわかりました。それにしても大島ロールはいつ食べても素晴らしいのです。できればもう一ついただいてもいいですか？木大きく切りすぎ！そういう愛だってもう2つ目じゃん。ちょっと待つのですよ。それはゆうちゃんがのんちゃんのために焼いた大島ロールなのですよ。でも大島は勝手に分けていいって言ったよ。言った。おいしい。横から入ってきた！もちろん私の分もあるわよね。それでは残りはみんなで分けてしまいましょうか。じゃあお茶入れないとね。なん